はい、どうも皆さんこんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。今回は講座のボリューム第10弾ということで、セブンティーンのヒットのダンス解説でございます。今回はステージのパフォーマンスを見ながらダンスの全体的なところを特集していこうと思います。そうですね、個人的にちょっと気になったところを今回はピックアップしてやっていこうと思いますのでよろしくお願いいたします。このようにですね、ダンスのこのステージだったりとか、アーティストさんの曲のそのダンスのパフォーマンスをこう見てですね、みんなでキャピキャピしたりですとか、ダンスの振り付けを解説する動画を作っておりますので、気に入っていただけた方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。僕踊ったんですよ、昨日早速。やばいんですよ、本当に。今までこういろんなダンスを踊ってきたんですけど、一番習得するのに時間がかかったものですね。今回はダッシュしてるんですよ、踊ってる時に。僕たちが見てるのって本番完成形の本番 OK のものを見てるわけですよ。ミュージックビデオでもそうなんですけど、ただこれ本番 OK が出るまでの道のりがとんでもないんじゃないかなと思ってて、いきなり本番じゃなくて本番を迎えるまでのその準備の段階とか、例えば本番って言って撮ってちょっとミスをしてしまったりとか、でもこっちは本番のつもりでやってるから本気で臨むじゃないですかっていうものを何回も何回も繰り返してるっていうところではやっぱね、ちょっと今回大変だと思いますよ。ただ曲のチョイスとこのダンスの振り付けをなぜ選んだのかっていうところに注目すると、今までのやっぱりそのセブチっていうセブンティーンっていうチームのそのテイストをガラッと変えに来てるんだなっていう、もうバシバシ伝わってくる作品になってます。もうそこまでしてるからこそ僕たちもなんか今までとやっぱセブチ違うわっていう、そのなんですかね、成長の証みたいなものをちゃんとこう実感できるじゃないですか。そこがねやっぱすごいですよね。だからこそグループで今回はこの曲でいこうと、こういう曲調で攻めようと、でダンスの振り付けも今までにないぐらいアグレッシブにいこうっていう風に多分みんなでこう合意をしたと思うんですけど、今回ね踊ってて本当に大変でした。本当にねすごいです。これを歌ってるんだからすごい、3分間踊ってんだからすごいと。僕なんかサビからダンスパートの部分なんで本当に踊ってるの30秒ぐらいなんですよ。30秒ぐらいでもうゼハゼハしてしまうのに、これ3分間ですからね。いや脱帽。という感じでやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。で今回もちょっと気になるところを個人的にピックアップしていったので、そこを一緒に見ていきましょう。まずはですね、初っ端でこれやっぱねセブチうまいなって思ったのがその構成ですね。踊ってる時の構成の入れ替わりがすごく上手で、今回一番最初のところ開始早々のねこれ8秒のところからなんですけど、ABC4 パート ABCD か4パートに分かれてて、この4パートが音に合わせてババババババって動いてって最後ブワーって回収されるっていうところのその見せ方と音の取り方、後ろの方でボンワボンワって言ってる音あるじゃないですか。そこでこううまく音がリンクして動きがリンクしてったりしてるところが結構見どころだなっていうふうに思ってるので、ちょっとねそこを早速見ていきたいと思います。行ってみましょう。 A ですね、 B、C で今のブオンのところで B の人たちは上がって A の人たちは下がるとっていう風に1個の音に対してみんなで動いて見せてくるっていうこの見せ方ですね。この何ですか、このボタンをどんどんこうかけていく感じ、うまいです。掛け合いですね。で今のところの棒案でもここまた1個下がって1個上がって真ん中行って伸びてっていう風にして ABC ですね。ジョンハン様がここをこうみんなを引っ張ってってるっていうようなニュアンスになってますね。で最後のところでウジ君が踊ったところでみんながダダダダダっていう風に回収されて一つにまとまるっていうところですね。もう一回この流れを見てみましょう。うちはダンスのスキルが高いのもそうなんですけど、この構成力っていうところが非常にポイントが高いので、ちょっともう一回見ていきましょう。いいですね、足という感じでございます。次ですね、これね僕個人的に一番好きなポイントが実はここなんですよ。いきなり来ちゃったんですけど、前衛的すぎるバーノンということで、これね23秒にあります。バーノンが出てくるところです。バーノンちゃんこれねすごい、これすごいですよ。これを見た瞬間にかっこよすぎて仕方がなかったです。これでこう合間を縫って出てきてみんながババババって散ってく感じ、これ何、これでこうやって出てくるかっこよさ、先行ってんな。これで出てくるって考えもつかない。このアイデアは何っていう、もう一回ちょっと見ていいですか。これねほんとすごいんですよ。
すごいなんかもうこれは完全に理由がない、見た時にやばいって思ったっていう、もうこの感性に訴えかけてくる振り付けだったっていうところなんですけど、もう一回見ましょう。何これすごくないですか？これで出てこようっていう。でしかもこれがかっこいいんですよ。僕はこれすごくかっこいいなと思ってて、これ見た瞬間にやられました。今回やばいなっていう風になりましたね。これはもうね、わかんない、気持ちが先にもう頭が置いてかれて、気持ちがすげえってなってる興奮状態ですね。もうねかっこいい。もうこれ僕見た時にめちゃくちゃかっこいいなって思いましたという感じです。もうこれはね、僕のこの感動を見といてください。はい、次行きましょう。カメラの意識が抜かれない純ちゃんです。これね36秒、これ皆さんがこう動いてるんですよ。リフトにこうなってるカメラですね。ここをね純ちゃんバー出てきた時にね見てるんですよ、しっかりと目線を。はい、今のところです。ワー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 の時にここのカメラを見てるんです。だいたいみんなこうステージだし、お客さんこっちにいるんで、結構こっち側にパフォーマンスをしてる場合が多いんですけど、狙ってるんですよ、ムービングカメラを。もう一回いきましょう。抜かりない、やっぱり抜かりないですね。ワー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 っていうだけじゃなくて、この1個首も入れてスマイルを持ってくるっていうところですね。いやー意識高いよ、これはすごいわ。からのサビのやばさですね。昨日もちょっと出した動画で言ってるんですけど、ダンスとダンスの間のところに、休む間がほぼないんですよ。踊り終わってジャンプしたと思ったらすぐ次の振りに入ってくっていう、すぐ次すぐ次っていう風にどんどん振りがこうつながって連動してきてしまってるので、もうノンストップなんです、完全に。でからのなんかそのなんかね、振りからの動いてからのジャンプしてっていう、あとジャンプがめちゃくちゃ多い。昨日ね飛んでて思ったんですよ。これどんどん踊れば踊るほどジャンプしてる足が上がらなくなってくる。バービージャンプをひたすらやってる、音に合わせてずっとやってるような感覚です。でさらにこの全身運動かつ腕がしっかりこう伸びきった状態で踊ってるところもありつつ、もうねマジで筋肉痛です今本当に。ちなみに苦戦したのはここの部分の足ですね。移動してから戻ってきて後ろに下がってくっていうところ、これ1個グッてアクセント入れて踊ってる人がねりのちゃんとかなんですよね。りのちゃん星くんは1個アクセント入れてからすぐにブンって手入れてるんですけど、ここ連動してドゥーンっていう風に流れで踊ってる人もいて、これね最初りのちゃんの方でやってたんですけどなかなかうまくいかなくて、連動させる方でやったらうまくいきました。なので踊ってる方は、ちょっとこれダンスの余韻になってしまう、余談になってしまうんですけど、グッてこう入ってから右手止めずにそのまんま右手の反動を使って手を出した方がいいと思います。はい、の方が踊りやすいですですよね。この高さですよ、このジャンプの高さでまた飛ぶわけですよ、ここから。そしてこのヒットサウンドと、僕ねこの振りもねやっぱこの手の形とこれヒットですよ。このヒット効果っていう、この動きって誰もが馴染みのある動きじゃないですか。これやったら大体わかるじゃないですか、その何かを打ち抜く感じ。ヒットっていうその曲のこのアイコン的役割を担ってるというか、そのヒットのこのパフォーマンスを見終わった後にこの印象めちゃくちゃ強く残ってると思うんですよ。これがあるからこそ今回のこのダンスだったりパフォーマンスが全部ここに集約されてるわけですよ。これがあるからこそこんだけ今ヒットしてるわけですね。はい、フラッシュ天国ですね。ここは1分15秒ですね。これは単純にステージのフラッシュがやばすぎるんですけどっていう話です。こんだけチカチカしてたらよ楽しいじゃないですかと。ここの振りもね本当に大変、この速さで。やっぱ星くんこの早振りとかがめちゃくちゃうまいですね。あとサーのところね、もうこれ結構びっくりしたんですよね。左足を右足のかかとの後ろにぶつけながらサーってやるじゃないですか。
これも何っていう初めて見る動きです。こういう感じも手淵のね振りのオリジナリティっていうのは毎回驚かされます。どの作品もホームの時もこの扉開けるっていうところをダイレクトに振り付けにしてたりするじゃないですか。そういう意味ではねやっぱちょっと他のグループとは違うテイストを持ってるなというところですね。色がちゃんと明確に出てる毎回これがすごいところですね。でここもなんですよね。このベルトの位置に手を置いて左手を伸ばすっていう動きがサーのところもそうだしここでも出てくると結構このシルエット多くて、この前星くんのダンスの解説をした時にも星くん左手出してこう踊ってるところあったじゃないですか。左手を出したところで止めて踊るっていう振り付けは星くんがよく取る振り付けなんじゃないかなっていう風にいろいろ見てて思うようになりました。ここを星くんが作ったのかどうかわかんないんですけど、ここ星くん作ってそうだなっていうポイントですね。こことかとなぞるかかと1分34秒で、ここでちょっと一旦阻まれてでもこう前に出てきてちょっとこう足を取られるような感じとかもあって、ここにやっぱりねただ単に手出してるだけじゃないと思うんですよ。でここでなんでこの足元をこう取りに来るかっていうところも多分意味があると思うんですね。もうここはたまらんですよ。さすがディノちゃんですからね。からのドンドンカンドンドンドンカンの時のこの肩のドンドンカンドンってやってる時の頭の髪の揺れですね。ここもやっぱりしっかりとそのアクセントが強く入ってるんで、ただカッ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 って上げてるんじゃなくてドンドンカッカッっていう風に全部ストップを入れてるんですよ。グッ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 筋肉を締めてるのでこの揺れが髪にブンって伝わってくるっていう意味ではここのその音のテイストにめちゃめちゃ合ってる音の取り方、ダンス上手い人がね結構こういうところでねグッグッってエッジの効いたアクセントが取れるっていうところもポイントになってきますね。次はですね1分41秒連携プレーのつなぎというところです。これがねまたすごいセブチのダンスの上手いところのポイントってなんかこうつなげていくダンスですよね。でそこでの今回この2人1組になってこうダンスをつなげていくっていうところ結構見応えがあります。これもね非常にすごいですね。コンタクトというか相手の体に触れた状態でこう動かしていくんですけど、これデタラメにやってても形にならないんですよ。全部その理にかなった動き方をさせていて、もう手はこっちには回るけど反対側には回らないとか、自分の手の位置と相手の手の位置っていうのをこううまく連動させてやっていくので、決して独りよがりのダンスにはならないんですよ。2人の体の向きと形とそういったところが合わさったところのその着地点っていうのが振り付けになってるので、結構これはね見ていて楽しいと思いますよ。楽しいっていうのはその分解していくと楽しいんですよ。ここですね。例えば今手ブーンってやってミンハオちゃんの手がブーンって移動した時に体抜けて、でもまだここ握れてるじゃないですか。ってことはブーンって通した後にミンハオちゃんはこっちに体を動かすことによって手がシュッっていう風に抜けるんですよ。これも反対側にやろうとしてたら無理なんですよ、体の構造的に。ただもう一回見ますね。うまくこう左手、自分の左手をこうすり抜けるようにして通して持ってきてるじゃないですか、右手を。っていう風にいつまでもこの手がチェーンのようになってブン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 動かせるようになると。これって作る時どうやって作るかっていうと多分ですけどね、2人でまず握ってみてからどういう風に動くのかっていうところを模索するんです。こっち無理無理ってなったらもう一回戻してこういう風に動かして、あってことは待ってみたいな、ここから左の手の前の方を通したら通せるみたいな感じで2人にとっての気づきみたいな風にできる。要するにどういうことかっていうと2人で一緒に考える振り付けなんです。どっちかがこうだから考えてできたっていうものじゃなくて2人で一緒に作っていく。そういう意味ではねこういう振り付けってその2人のコンタクトコミュニケーションがそのままもろに出るものなので非常に面白いものなんです。やってる側もね結構面白いんですよこれって、コンタクトプレーは。一回相手の手を払って今度は相手の肩に手を乗せると。で
払って、ここは手離してるんですが、ここの腕のウェーブに対して指を沿わせていくと。あくまでも接触していなくてもその意識が一緒に動いていくっていうところもコンタクトプレーの面白いところですね。からのまたこの2人ですよね。どんどんこう入れ替わりで人が出てきて、いろんなその見せ方をしてくれると。全くもってこの同じ踊り方がないじゃないですか。そこも面白いところ、見どころですね。ここもコンタクトプレーしっかり来てからの純ちゃんですからね。ちなみに多分ですけどカメラの位置ちゃんと見てます。これも今こうファッてやるときに目線がね上なんですよ、純ちゃん。多分ちょっと上の方を見てるんですよね。みんな前に見てるのに比べて純ちゃんはやっぱ上のムービングカメラを気にしてらっしゃると。2分14秒にある等速落下の美学というところです。これは、この落ちてくるところですね。手がブーンとこのね全員の落ちてくる手の速度が揃ってる。決して速くないんですよ。スーってじっくりここ見せてくるところの美しさ、このところを見ていきましょう。2分14秒。ここってこう1個目のサビで結構ガシガシ踊ったじゃないですかっていうところも踏まえて、その2つ目のこの B メロのサビに関してはちょっと裏切りを入れてきてるところがあります。ガシガシ動くかのように見えて、しっかりとこう音を聞かせたりとか、最初のところも、入りからこう肩で入っていくじゃないですかっていう風に、一番最初のこう右にずれてスライドしてからバーって動いてたのとちょっとテイストを変えてくる、ニュアンスを変えてくるっていうところです。でセブチのダンスのうまいところはここもやっぱりあって、例えばパクスの時とかもあるじゃないですか。ブン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 ってやるところから B メロのサビってタン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 っていう風に変わるじゃないですか。その切り替えですね。音が見える、聞こえてくるダンスとダンスに目が行くバージョンとあって、一発目大体 A メロは、こうガッて踊ってもう勢いを出していくんですよ。で B メロの時は同じ音が鳴ってるんですけど、そのダンスが細かくて丁寧だから後ろの音がよく聞こえるんですよ。逆にこれ結構振り返って見てもらえると分かるんですけど、その音楽が聞こえてくるダンスとダンスが見えてくるダンスと2種類あって、大体 B メロにその音楽が聞こえてくるものを持ってくることが多いです。っていうのもやっぱりこの速度が、曲にまず速度が乗っていて、ダンスグワーって見せるとうわーってなるじゃないですか。でうわーってなってるかと思いきや、うわーっていう曲のところでダンスをうわーってさせないことに、うわーって来ないんかってなった時に、今度は動きが小さいっていうところからダンスの音がよく聞こえてくるようになるっていう、多分ねパクス見てもらえると結構わかると思います。はい、パクスもそうだし、今回のところのこのヒットもそうなんですけど、そういう見せ方が結構うまいので、イケイケの曲ドンチャンドンチャンドンチャンドンタカタンタカタンタカドダダダダっていうこういう風に盛り上がってる曲に対してこそ、実はこうちょっとノリを小さめにやってあげるとめちゃくちゃかっこよくなるっていう、そのコントラストがめちゃめちゃ効くんですよ。なのでどっちもよく見えてくるっていうところですね。今回は個人的にはこのバーノンちゃんのこの入り方がめちゃくちゃ僕にとっては響いてしまったっていうところですかね。比較的その服装も踊りやすい服装ではないんですが、ここまでのパフォーマンスをやっぱりしてくれるじゃないですか、セブチって。そういう意味ではまた一歩ね、この階段を登ったっていうところが見えましたという感じでね、なんかいい感じにまとまりましたけれども、いかがでしたでしょうか。それじゃあまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。よいしょ。